さて、個人開発の無料ディアブロライクがついに正式版リリースとのことで、今回はシェイズ・オブ・ライナーの紹介を行います。こちら4年ほど前に早期アクセスが開始し、現在までにじっくりと更新が行われてきたハクスラゲーです。とはいえ、初期バージョンから流れは出来上がっていました。まず早期アクセスものは発売後何ヶ月かおきにストーリーやらアクトを少しずつ追加していくという形態があります。しかし、シェイズ・オブ・ライナーは全アクトが初めから出来上がってるイメージで、なおかつシーズン性を採用し、大型アップデートごとにコンテンツを加えつつ、細かい更新も行っていくという運用方法でした。これが功を奏したと感じます。ゲーム開発方法の一つとして、初めからエンディングに到達できるようにし、その後時間の許す限り内容を加えていくというものがあります。ゲームが開始したらすぐさまエンディングになるように作り、次にラスボス戦を加え、オープニングムービーを入れるみたいな形です。いつまで経っても完成しないという状況にはなりにくく、モチベーションが上がりやすいです。コンテンツを加えるほどゲーム性が上がり、作る本人も面白くなっていくためです。シェイズ・オブ・ライナーもその手法で個人開発ながら長年をかけ正式版に達しました。初めから仕組み作りがうまかったと言えるのでしょう。肝心のゲーム部分に関しましては、もちろん AAA の作品と比べると見劣りする部分はありますが、基本プレイ無料というのが評価ポイントです。追加クラスやスキンが有料であり、ゲームを気に入った人や応援したい人が購入するという形です。これはソロ開発ならではの手法でもあります。複数人だと給料の支払いが発生しますが、ソロなら最悪、一切収入がなくても貯金を切り崩し、自分の時間を犠牲にすればいくらでも作っていきます。副業での開発も可能です。世の多くの作品が早期アクセスでフェードアウトしてしまうのは、開発資金がなくなったという理由が多く、逆に個人だと金銭面では融通が利き、時間と本人のやる気次第となります。次にプレイ感覚としては、あえて上げるのであれば、ドワーブン・レルムズにも近いかもしれず、敵を倒し大量のアイテムを得るハクスラゲーの楽しさは持ち合わせています。序盤は大器晩成型育成でもあり、ややスローペースです。スキルを2つほど入手できたら手数が増え、そこからは一気に加速します。特徴は育成に対しかなり細かいポイント割り振りが可能という点があります。基礎ステータス以外にスキル自体もポイントを割り振り強化できます。クールタイムが短縮されるため、ぜひとも全振りしたいところですが、強化するためには素材やお金がたくさん必要です。また基本プレイ無料によくあるような何でも実績システムもあります。あらゆる行動が実績達成につながり、報酬が得られるというものです。ただし画面のあらゆる場所をクリックするようなモバイルゲームとは異なり、報酬が得られるウィンドウは決まっているため、ボーダーランズ2みたいなものと考えると良いです。その他装備部位自体にも素材を用いプレイヤーを強化できるほか、ディアブロのジェムのようにモジュールをはめ込み特殊な性能をつけられます。すべては敵を倒すことが強化につながり、強化したらまた次の冒険が楽になり、楽しめるのループが見事出来上がっている作品と言えます。ゲームはステージクリア型であり、ステージボスを倒すと次に進むか、拠点に戻り準備できます。道中の雑魚敵は少しずつ倒しても良いし、範囲技を覚えたら、ある程度まとめて倒すと効率が上がります。ローグライトのようなマップ内一時バフもランダムで登場するし、強力な暫定スキルがランダムドロップするのも面白い点です。一度使うとなくなるため、ボスで放つと良いです。手数が増えた後はノリノリで先に進められるため、行けるところまで一気に進み限界を知り、ギリギリのところでレベリングというエンドゲーム的な遊び方が常に可能です。レベルの上がりは早いため、序盤さえ抜けてしまえば停滞を感じることなく進められます。何よりもエンドコンテンツが豊富に用意されており、プロモーションムービーではその様子を確認できます。拠点の各施設はエンドゲームで利用可能というものがたくさんあります。新たな強化要素が待ち受けています。個人で長年かけここまでのものを作り上げたというのは尊敬の念しかありません。ドワーブン・レルムズに似ているといった理由は、画面ダブルクリックで自動攻撃モードになるためです。移動しながら常に武器を振り続け、その戦闘の感触がとても近いです。ドワーブン・レルムズはシェイズ・オブ・ライナーよりも後に登場した作品で、二人兄弟での開発であり、ということから開発間隔はドワーブン・レルムズの方が早めです。ちなみに DLC で最近アサシンクラスが無料になったのと、フリーのスターターパックというものがあり、そちらをダウンロードしておくと序盤のきつい冒険も多少楽になります。見た目にこだわらず超育成型のハクスラゲーを遊んでみたい方はチェックしてみてはいかがでしょうか。正式版リリース日は2025年7月30日となっております。
というわけで一体どんなゲームシステムなのか実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。シェイズ・オブ・ライナ。で、以前作ったキャラがありますが、また初めから進めていきましょうか。で、最近新しくこれが無料になったのかな？アサシ。スターティングディフィカルティアサシン。ハードになってるね。意外とこのゲーム、序盤ゆっくりだからな。まあでも、やってみようか。これらが主に使える技ですと。比較はどうだ？このキャラは何が強いんだ？アタックスピードが速い。あとやっぱりクリティカル系かな？クリティカルチャンス 5%。それを伸ばすと良さそうだね。ディフェンス力が意外と高いね。ウォーリアーと同じだ。あと移動速度も一番速い。何気に強いんじゃないかこのキャラ。で、これなんだ？レギュラーにラウンチ 1.0。これはシーズンですかね。セプテンバーファーストまで。そのがレギュラーになるのかな。まあこれでいきましょう。さあ始まった。まずは、これは拠点である。ペットもあるっぽいですね。トレーニングダミー、ダメージを測れる。まあとりあえず拠点で色々できますと。自分のアイテムを犠牲にすると、より高いものがもらえるチャンスがあるのかな。さあしかし、WSD で移動になってますね。ゲームパッドは対応してないか。まずは早速ダンジョンに出ましょうか。ダンジョンどこでした？キャンペーン。これか？上から一個一個こなしていく形ですかね。まずはこれかな？行ってみましょう。さあ始まった。ムーブ、シュート、ドッジ、ダウン。これは壊せる？シュート。これシュート？レフトクリックか？お、敵だ。よし切れ。おー、アサシ。かなり近接だね、本当に。で、移動しながら攻撃できる。結構ヌルヌル滑る感じだけど。で、スペースでドッジ。ちゃんとモーション取りますね。スペース一応クールタイムありますね。多少の。で相当使えるね。アサシンだからかどうか。カメラ回転とかありませんでした？ないかな。さあ次はインベントリー。アップグレード your character。ギア。さあタブで。これはギアですね。インベントリは時間止まりませんね。レベルが上がった。チェストが登場するのかな？拠点に登場する。レベルに合わせて。これがインベントリー。いろいろ素材ですね。ここら辺がアイテム。むちゃくちゃある。結構この作品、基本プレイ無料の面白い部分をね、なんか導入してるみたいな、そういう印象でしたけれど、以前遊んだ時は。で、攻撃を避けたくても、現状避けようがあまりないね。一応動きでかわせるっぽいけどね。マウスホイールで拡大できるか。拡大すれば多少避けやすいかな。横に。ゲートがあるが、今入れない。お、ボスか。24ライフ。これと戦いましょう。うわー。まあ、完全に今、棒出し殴り合いで OK だね。で、ボスを倒すとチェスが入手できる。ほら。さあ、レベルアップ。レベルアップは早いですね。で、これポーション。ポーション取りたいが。ライフ満タンだから取れないのかな。さあ、報酬。アップグレードイヤーギア。レッドがアタック。ブルーがディフェンス。イエローがスキル。今、ジャラジャラって入手しましたね。ギアはこの黄色い光があると、アイテム拾いましたっていう話かな。クリティカルダメージブースト。ちょっとこの2つに設定した。さらに、ヘルスブースト。これどこに設定してもいいのこれ。そういう仕組みでした？これは毒の時間が増える。もしくはスキルダメージが増える。すべての。とりあえず、R だけ設定しとこう。現状スキルありませんからね。で、これが実績かな？達成すればするほど、いろいろもらえるんじゃないかな。とりあえず戻りましょう。さあ、拠点に戻って、そのまま遊べるかと思いきや、一度戻るっぽいね。これは今回入手したアイテム。装備品入手してる感じがするけど。戻ってきた。さあ、これで報酬が入手できんじゃないの？アンロックスキル、スキルタブ、2つのスキル。これが報酬、3レベル分ですね。おー。あれ？飛び散る演出がなくなった。ありましたね。誓ってるから、そのまま回収してるんだ。で、さらに色々拾ってるっぽいね。防具入してる。どっちがいいんだ？はじめは攻撃能力。上げていきましょう。ディフェンスかヘルスか。ヘルスだな。ヘルスは何にでも通じる。あとはブーツ。移動速度アップ。それと黄色。毒アップ。こんなもんか。で、O はなんだ？これは目標を達成して報酬がもらえる。何かの意思。どんどんもらいましょう。今んとここんな感じ？スキルは NPC。これはリーダーボード。これはポイント割り振りですね。結構いろいろ割り振れる。ここら辺はまだ割り振れない。アタックスピードかダメージか。でもスキルはどれに入るんだ？
スキルを考えるんであれば、スピードよりもね、やはりクリティカルとか、こっちかな。これアタックダメージ。どれがいいんだ？クリティカルにするか。待って、現状上げられんの？上げられるね。素材を用いるのかな？これら。アップグレード上がりましたね。どんくらいいける？ここまでか。3まで上がった。さらにクリティカルダメージ。これで OK かな？素材式だね。アップグレード。キャンペーンを進めれば進めるほどね、いろんな要素が確かアンロックされてきますね。では次、10分の1になりましたね。次は10分の2だ。そう、次は NPC が時々登場する。なんか注文を出すと。それがクエストになるのかな？はじめはリサーチャー？なんか調べろ的なモンスターを。こいつか。リサーチャー。クエストを受ける。まずこれが受けられる。あなたは、フィンガー？なんか指を集めろって言われてんの？長押しだ。これで受けましたね。で、これがこの NPC の登場する確率とか、報酬度合い。達成すればするほど、この数値が上がっていくんだね。ディスカウントとか。リワードも見れる。リサーチャーの願いを叶えれば、このポイントがもらえて、で、これらと変換できんのかな？これ面白いね。リサーチプログレス。どういう状況か。これはいつでも見れんじゃないかな、メニューから。会話ができる？クリックしたことで、会話は進まなかったけど、なんかグッドマークがつきましたね。これいいのかな？で、なんか、上向いてますね。何この上向き。あ、なんかポイントがあるよ。上向き。おっと、アップグレード。ギアアップグレード。これは何を条件に上げられるんだ？アイテムかな？アーマーストーンがあればアップグレードできる？アップグレード。アーマーストーン現状どれくらい持ってんの？ 3 分の50になったけど。これも上げられる？アーマーストーンってさらに上がった？この数値はパワー数値みたいなものかな？戦力的なね。あ、12使う。そういうことか。初めは0で上げられんの？ぽい気がする。うん。絶対に1は無料なんだ。しかしこの装備は切り替えても有効になるんでしたっけ？なったような、そういうシステムだったような気がするけど。で、目標も達成して報酬がもらえる。これら達成したことで、あれかな？アーマーストーンもらっていたのかな？さあ、さらにもらったっぽいよ。アーマーストーン。58になった。どんどん硬くなる。あ、ここまで上げたら、さらに次の何が必要なんだ。これは持ってないっぽいね。移動速度も上げたいね。となると。これ何かな？ F でアクセス。敵が出てきた。ほら。オートアタックってあるけど、ダブルマウス。これで自動で切ってくれる。楽ちんだ。晩餐は見たくなりましたね。他に街の施設、エクスチェンジ。ここで不要なアイテム入れられんのかな？アイテム入れろって言われてるけどね。現状まだ無理かな。メルダー。なんか合成できる。この強化用の石をね。サルベージャー。エンドゲーム用。で、クラフト。これはなんか作れるっぽいよ。素材を用いてね。これはショップかな？これもエンドゲーム用だ。スキルここにありますね。スキル1。まだ使えない。さらにペット。お、いける？なんか、鶏。鶏連れてけんの？チョコ。なんか奇妙なペットもいますね。あ、これもペット？サンダー、トーチ。ペットなのかこれ、本当に。リフトゲート。これグレーターリフト的なエンドゲーム。これはカカシですね。他にメールボックス。運営から何かもらえるのか。ファイアプレスチェストエフェクト。これをチェック入れておけば、エフェクトが派手になります。ラビリンス。これもエンドゲーム。コレクション。今まで集めたアイテムが見れんのかな。そして、ダークランズ。これもエンドゲーム。エンドゲームがいっぱいありますね。これは見た目の変更かな？まあ、コスメティック的な。結構あるっぽいね。武器とかもある。NPC からの依頼。ここで確認できる。さらに、アドベンチャーパスってありますね。バトルパス的な。これ無料で利用できんのかな？鶏来ましたね。鶏は何をしてくれるんだ？戦ってくれんのかな？お、なんだこりゃ。バフ用のバーナーかな？ザボ的はたまに持ってるんですかね。そっちがどっかに入れるようになりましたね。ボスがいて、お宝を入手できます。これですね。入ってみよう。この上に乗るんじゃないの？順番通り乗ることで、敵が出てくる。これで目標達成か。お宝が得られますと。あ、スキルアンロックできる？いけるね。どれにしようかな。いっぱいあるよ。下のこっちは何かな？ 25 ヒットでツインストライクになる。お金はギリギリ足りてるかな。こっちはちょっと高いんだね。これにしてみるか。マッサクレ。これを取ってみた。で、割り振りましょうと。
あとこれも取ってみよう。ツインストライク。割り振り完了。で、もう一つは、あれパッシブでいいのかなこれ。多分そうなんだろうね。クールタイム式か。15秒ぐらい。もう一回使ってみよう。で、切ったところで、ツインストライクが溜まっていくんだね。何回でしたっけ ?25 だ。まあ、これを試してみよう。この25は、技も入るのかな ?9 で。使ってみようか。ほら。あ、入ってるね。これ相性いいね。連打攻撃に加えて、ツインストライクがカウントされていく。なんか落ちましたね、今。マップスキル。このマップ限定スキルかな。これポイズンダート。E に設定されましたね。早速使ってみましょう。ポイズンダート。おー、強い。あ1回でなくなった。ボスに使うと良さそうですね。さらに、ルートポッツ。なんか違うものが入手できる。どれだルートポッツ。これか ?You can't use your first skill。ファーストスキルが使えなくなるが、何かが入手できるのかな ?F。長押し。さあ出てきた。なんだこりゃ。ファーストスキル。使えない確かに。Q が効かない。へえ。今みたいに背景をオブジェクトもギャンブルチャンスみたいなのがあるんだね。これは面白いですね。さらにルートポットがいっぱいあるよ。これは You can't use your セカンドスキルが使えなくなるが牙がもらえる。もらいましょう。さらにベーシックアタックが使えなくなる。これもう無理じゃんこれ。無理ゲーになってしまう。これはさすがに容認できない。これはなんだ毒があなたを癒さないなんのこっちゃい。おシャドウ。シャドウじゃない。シャディバスタード。レジェンダリードッグ。こいつは何なんだこのストーリーに関わる何かかな。倒したらいいのか。どこだシャディドッグは。あそこにいる。シャディドッグ。こいつあれ。あ、逃げられる。待て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 。シャディが。どこ行っちゃったよ。シャディ。いたいた。おら。ああ、いなくなった。無理じゃねえ。まあ、トレジャーゴブル的な感じなのかな。あ、なるほど。スキルを設定すると、ここでスキルが強化できるんだ。クールダウン短縮できますね。鍛えれば鍛えるほど、たくさん出せるようになる。かなりじっくりとアップグレードするような、そういうゲームですね、これは。これでフィルタリングができるんですね。自分のスキルに有効な、モッドはどれかみたいな。マップのレベルを上げられるマップパワー的な。あ、これ達成したんだ。さらに、数値を上げることでね、より難しく、敵も強くなるんだろうね。73レベルまで上がったのか、今回。お、一番左をクリックしたところ、またなんか出てきたよ。これエンドゲーム用の何かかな。より多くドロップする何かが。これはまだだろうね、多分。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方は、ぜひダウンロードして遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。